YouTube だと新しい服買ったのがバレるな。現実でもそうか。結婚してから私の服を買う基準が変わって、夫が原因で喧嘩して私が嫌な思いをしたら服買っていいってルールを設けたの。だから最近2着買いました、新しいの。これも一応パーソナルデザインフェミニングレースの理論にのっとって選んだんだけどさ、なんか最近めっちゃパーソナルデザイン感じたことがあって、パーソナルデザインってパーソナルカラーみたいなイメージコンサル、他者から評価を得たい時に用いる自分をより魅力的に見せる方法なんだけど、人と草刈りの話になって、その初対面の方だったんだけど、相手はその日もバチバチにイメコンで決めていったんだけど、私はフェミニンっていういわゆるお嬢様みたいな格好が似合うタイプだから、それをバチバチに決めていったらさ、案の定そういう風に思っていただけたみたいで、その初対面のお相手に「トウコさんは可憐な感じがしますから草刈りはしないんじゃ」みたいな言われて、全然ポジティブなんだけど、そう言われて私草刈りをバチバチにやるイメトレしてたから、ずっとやっぱそういう印象がこの見た目の雰囲気でつくんだなっていう気づきに改めてなったという。確かにこのなりが草刈りするかって言ったらしなさそうだよねと思って、私は全然そもそもやる気満々だからいいんだけど、でもそれがいい風に働けばいいけど、なんかやる気満々なのにいやこの人やらないからみたいな風に思われたらちょっと怖いなと思って、またイメコンとの付き合い方むずいなって思いました。草刈りの時にちゃんと動きやすい格好しておけばいいだけなんだと思うんだけど、いやどうなんだろう、田舎暮らしフェミニングレースの人いないかな。でも私学生時代はケツに毛虫つけながら山歩いたりしてたから、なんかそういうことケツに毛虫つけて歩くのが、そういうことをアピールねしていって馴染んでいけたらいいね。でもこの間ずっとやってみたかったファッションをやったの。それはネイビーのジャケットになんかシンプルな白のロンティー合わせて、丈長めのスラックスをずるっと履いてスニーカーを合わせるっていう、そのジャケットの外しコーデみたいな、おしゃれな人がやっててやりたいと思ってウキウキでやったのさ。でいざ外出て鏡見たら、なんでさ外に出た時になんか違うってことに気づくんだろうね。家じゃ気づけないのに、外に出て鏡見たらなんか違うってなって、私の脳内のイメージだとおしゃれな大人のお姉さんがジャケットを外しとして着こなしてるみたいなイメージだったんだけど、私のそのフェミニングレースがやるとマジで外回りの先輩にしか見えなくて、外回りの先輩が車運転するからパンプスからスニーカーに履き替えましたって感じで、後輩に初めてだと思うから私が今日は運転するねって言ってるセリフまでなんか脳内に思い起こされるというか、ちょっとそれはどうでもいいね。だからすごいこれまたイメコンの力を感じたっていう。ちょっとイメコンの話しちゃってすいません。イメコンオタクなので。そう、あくまでジャケットって男性的なアイテムなんだなって気づいて、だから私が例えばこういう女性らしいブラウスにフレアスカート合わせてそれにジャケットを羽織るだったらバランスがいいんだよね。だけどスラックスはどちらかというと男性的な方じゃない、ズボンっていう点では。スラックスにジャケット合わせってそりゃ仕事着感増すのかと思って、難しい。だからそのロンティースラックスコーデにカーディガン合わせた時は全然そんな違和感なかったんだよね。だからそのアイテムがどういうカテゴリーなのかを見抜く力ってなんか素人には難しいですねっていう洋服話でした。
ご飯のシーンも撮ろうと思ってすっかり忘れてもりもり食べちゃった。今日は天津飯です。何でもあんかけにする女。最近私思い切って X やめた。絵のアカウントは もちろん残してるんだけど、全然更新してないんだけど、情報収集用のアカウントがあって、それもう消した。見ないようにするために。精神衛生的に良くないなって思って、最近もうさ、わかるけど、あまりにも不安を煽るような言い方をする人が多すぎて、唱えるのは大事ってことはわかるんだけど、別に毎日楽観的に生きてるわけでもないしさ、だったら必要以上に情報を集めなくていいかもと思って、じゃあしようって思えるタイプならいいけど、とにかく不安になっちゃって他に手がつかなくなるタイプだから、もういいやと思って。でもまだ一昨日消したぐらいだけど、結構メンタル的にはいい気がする。ただ良質な犬の画像が流れてくるアルゴリズムにしてたから、犬たちさよならと思いながら今日はせっかくいい天気だから散歩がてら外出て作業しようと思います。ちょっと最近本当に引きこもりすぎてやばい。